下下下。かの人の眠りは覚めていった。耳物とし、俺がお前を見たのはただ一度だ。しかしあれからずっとひと続きにお前を思い続けていたぞ。耳物とし。これはもう今日果てまで来てしまった。朱雀王子も都の外れまで来ると立ち枯れた草が道の上まで伸びている。そんな草原の中に大きな構えの家が立ちかかっている。すでに屋敷周りに柿を取り回している。土を積んで石に変えた柿。この頃流行りだした月肘柿というのはこれだなと兵部の太夫大友のやかもちは思った。月肘柿か。新しい好みだな。俺には。だがこの月肘柿を取ることはできぬ。おいお前たち、大友氏の神家も月肘柿を引き回そうかな。めっそうもない。神代からの大友家が今用の柿にしてしまってはご一族の末々まであなた様をお呪い申しましょう。さあもう参りませる。冗談だ。冗談を真に受けるやつがあるものか。月肘柿、月肘柿。もうやかもちの心は動かなくなった。これはまだ残っているぞ。この敷は藤原南家の屋敷だ。引き寄せられるようにここへ来てしまったのはまだ若い心が失せていないでいることかとやかもちは苦笑いした。この南家のイラツメ様はお美しい方だそうでござりますな。やっことなって住み込もうとした男が何人もおったそうで、そういう男たちや者の家からイラツメ様を守るためにもこの式は残しておかなければならないのでござりましょう。式を取り壊したために流行り病が入り込んだこともあったからの。もうよいよい。では戻ろう。
南家のイラつめには求婚の人々が取り巻いていた。ただあの石垣式のために屋敷へ入ることが物意味タブーを犯すような気になって引き返すのだった。イラつめの乳母ムサの千代もはよく通わせ踏を頼まれた若女房たちをがなりつけた。おもとたちはこのイラつめ様こそ藤原の氏神にお使い遊ばす清らかな徳乙女と申すのだということを知らぬのかい。虐待者、とっととうせたがよい。イラつめの祖父藤原道麿がここで亡くなった後、父豊成阿尊が移り住んでからもうだいぶの年月になる。その父君も今は弟の恵美の推し活の権勢に押されてつくしの太宰府にいる。この屋敷のことを世間では南家と呼んでいた。太宰府のお父上から送ってこられたお経にござりまする。この大和の大寺という大寺にもまだ一部もないものだそうにござります。はじめ乳母たちはイラつめが学問など下様のお皆子のするようなことに反対してきたが、イラつめの利発さにこれはイラつめの望むようにした方が良いと思うようになっていた。イラつめは蔀戸近くに机を置き、正三浄土仏性儒教を写経し始めた。夜も油火のもとで一心不乱に書き写していた。百部は冬の間に写し果たした。そして千部手写しの発願をした。春分の日のことであった。日はこの屋敷からやや南西に寄った遠い山の端に沈むのである。目を疑うほど鮮やかに見えた山の姿、二神山である。イラつめの心はその時からいよいよ澄んだ。夏、写経が500部を超えた頃、イラつめは目立ってやつれてきた。秋の彼岸の中日、私が着られるわけじゃないけど、お体は大丈夫かしら。お薬をお持ちいたしました。少しお休みなさりませ。今日は彼岸の中日よの。さようにござります。
二神山の尾の神、目の神の峰の間にありありと浮き出た髪、頭、肩、胸。イラツメはまたあの面影を見ることができたのである。880部、900部。イラツメは侍女たちにすら物を言うのをいとうようになった。春の彼岸中日、イラツメは999部を写し終えて1000部目に取り付いた。日一日のどかな暖かい春であった。教官の最後の行、最後の字を書き上げて、イラツメはほっと息をついた。雨。人声も雨音も荒れ模様に加わってきた風の響きも、もうイラツメは聞かなかった。イラツメはどこをどう歩いたか覚えがない。ただ家を出て西へ西へとたどってきた。イラツメの行く手には常に2つの峰の並んだ山の姿がはっきりそびえていた。イラツメは目を疑うばかりの現実に行き当たった。赤々と朝日を反射しているのは寺の大門ではないか。弱漠たる光の海から高く抜きん出て見える二神の山。南家の豊成阿孫、その第一城主なる姫である。世間のことは何一つ見知りせぬようおふし立てられてきた。恐れを知らず育てられた大貴族の姫はつつましく、しかしのどかにみどうみどうを拝んで丘の東東に来たのである。
こにござるのはどなたぞな。やっこはアルベからざることを見たように声をかけた。女人の身として入ることのできぬ結界を犯していたのだった。イラツメは依然として山の底にある面影を感じている。やっこは二度と問わなかった。どうした身分の人かくらいの判別はすぐについたのだ。ここまで出てござれ。そこは男でも入るところではない。女人はとっとと出てお行きなされ。見れば奈良のお方そうなが、どうしてそんなところにいらっしゃる。友の人も連れずに。男たちは咎める口とは別にめいめい尊い女性をいたわる気持ちになっていた。山を拝みに。それで御立はどこさな。御立お家は。お家。親方はと問うているのだよ。おお、家はとや。右京藤原なんけ。がぜんざわめきが起こった。雨の中をホモも連れずに。本当に南家のイラツメ様か。かわいそうに。ああ、衣もしおれてしまって。どうしてお一人で。なんとおいた遊びに。美しいお体だろう。南家ではその朝、イラツメが神隠しにあったと上の空になって洛中洛外を馳せ求めた。心当たりの場所という場所は残さず探された。高窓山の墓原も先の沼地も、南は山村、北は奈良山まで馳せ巡って伊賀境までも踏み込んだ。しかし皆空足を踏んで帰ってきた。万宝蔵院のいおりの中、イラツメは寝ることを忘れたように座っていた。貴族の家の姫は一日もの言わずとも寂しいとも思わぬ習慣がついていたので、ため息一つ漏らすことはなかった。イラツメ様。空声が響いた。田島の語り部のオーナである。イラツメ様はご存知おざるまい。でも聞いてみる気はおありかえ。お生まれなさる前の世からのことを、それを知った乳母でおざるがや。オーナは神がかりに入っていった。坂田の雨ふた神、足火のにおえる子をあが取りかねて、足火の足釣りしつつ、あはもよしのぶ藤原乙女。飛ぶ鳥の飛鳥の都に、諸越の唐歌もこの国で初めてお作りになったと申し伝えられる御方。この大津の巫女様が帝がお隠れになった後、後をお継ぎになる御方と飛鳥の都人はみんな信じておりました。ただ一人、帝の后、後の持統の帝は、我が子草壁の巫女こそ御位を継ぐところと深く決めておられた。大津の巫女が伊勢の五木宮の姉君に会いに行ったのは、帝に背く企みがあるからだという
噂が立った。この噂がどこから出たか、どうして出たか、イラツメ様にもお分かりになりましょう。赤緑元年の秋、長田の屋敷にあまたの兵士がなだれ込み、大津の巫女は捕らえられた。こうしていわれの池に引き出された。大津の巫女が命を召されるということを聞き、一目名残惜しみがしたくてきた女性がいた。耳物閉じ。その耳物閉じと申すは、イラツメ様の祖父君南家の大乗大臣にはおば君にお渡りになっておざりまする。もつと言われの池に泣くかも。今日の耳手や雲がくりなんその時、ちらりとかのお人の最後に近いお目に留まりました。その一目がこの世に残る終身となったのでござりまする。人間の終身というものは怖いものとはお思いなさらぬかえ。大津の巫女様の亡骸はこの二神山の上に葬られました。この世の悪心も何もかも忘れ果てて、すがすがしい心になりながら、ただ耳物閉じへの一年ばかりは残っていると申します。藤原家の中で一番お美しいイラツメ様が、大津の巫女様の御霊には耳物閉じと見えるらしいのでござりまする。イラツメ様がそのお力におびかれて、この田島までおいでになってしまわれたのでのうて、なんでござりましょう。そこの人、物聞こう。大津の巫女様というお方は昔の罪人らしいのに、なんで姫の前に現れては神々しく見えるのであろうぞ。神代の雨若彦も天の神々に弓引いた罪ある神。よよ藤原の一の姫にたたる大津の巫女様も顔清く声美しい雨若彦の一人でござりまする。お心つけられませ。物語も早これませ。9人というより旧柱の神である。おいでなされ、藤原南家のイラツメの御霊。こんな奥山に迷うていないで、早く元の身に戻れ。
務めもこれまでじゃ。9人は人間に戻った。もう玉乞いの行も済んだ。今自分はイラツメ様の体は魂を取り戻してピチピチしておられようぞ。の長老、この塚は誰の塚じゃ？知らぬかいよ。言われの池で命召された大津の巫女様の塚じゃて。ほんにあの頃は俺たちも若い盛りじゃった。もう50年も昔になるげな。さいや、ほんの苗木だった茅がこんな大木になった。怖かったぞよ。この墓の御霊が石持ちの男に取り付いた時はのう。この塚は由緒あるものゆえ、帰る前にもう一度卵をしておくまいか。異様な声を出すものだと誰も他の一人を疑った。9人はちりぢりにちぎれた雲のように消えてしまった。耳に伝うように来るのは水の音か。耳物閉じ、俺がお前を見たのはただ一度だ。しかしあれからずっとひと続きにお前を思い続けていたぞ。俺はどこにいるのだ。この俺は一体誰なのだ。耳物閉じ。思い出したぞ。俺が誰だったか。そうだ、大津宮に仕え飛鳥宮に呼び戻された俺だ。4月彦、大津巫女だ。俺によって来い、耳物閉じ。南家からぬかたべの子古たちがイラツメを迎えに万宝蔵院へやってきた。しかし寺川は頑として受け付けない。貴族の姫であろうが寺の城域を汚し結界まで破られたからは寺の近くで長期の物意味をしてその贖いはしてもらわなければならぬと言い張った。それは寺方が断りでおざるがや、お従いなされねばならぬ。南家の乳母武蔵の千代もは田舎語り部の老女を叱りつけ男たちにつまみ出させてしまった。殿に伺おうにも国通し、まずはイラツメ様のお心によるほかはないものと思いまする。いわば難題である。大貴族の姫にできるはずのない返答である。千代もも小古も無駄な伺いだと思っていた。ところがイラツメの答えはためらうことなく凛としていた。姫の咎は姫があがなう。この二神山のもとにいて心の償いしたと姫が特進するまでは帰るものとは思いやるな。乳母はこれほどさえざえとしたイラツメの声を聞いたことはなかった。イラツメから遠ざけられた田島の語り部のオーナの清い心を持った聞き手を見つけた刹那の執念の深さ。どこにいてもオーナはイラツメに語りかけた。おお、そう
瀬の国におられるたといみ子、俺の姉もあのお人が俺を呼び池に来ている姉子、俺は殺されたのだ。磯の上におふる足火を倒らめど、見すべき君がありと言わなくに。あれからどれほど経ったのか。たっとい姉子が来てくれたのは居眠りの夢を覚まされた感じだった。それに比べると今度は深い眠りの後のような気がする。かの人は立っていた。一本の木だった。耳物とじ、俺には子がない。子産んでくれ。俺の名を語り伝える子供を。イラつめの心は今は軽かった。たとえ面影に見たお人に会わずとも、その面影を見た山のふもとに来て、こうして安らかに身を横たえている。幸せに満ちているイラつめの耳に物の音、ツタツタときて、ふーっと立ち止まる気配。ツタツタツタ、またひたっとやむ。ツタ、刹那。イラつめは思い出して身を固くした。雨若巫女、ああ、そのお方の来て伺う夜なのか。ナモ阿弥陀仏、アナトート阿弥陀仏。とっさに正三浄土経が口から昇ってきた。阿弥陀仏。悲しさとも懐かしさとも知れぬ心にイラつめは深く沈んでいった。長い渚を歩いていく。渚と思ったのは海の中道である。はあ、
抱き持った白玉と一つに水の上に輝く写しみ。やがて水底に差し入る月の光。のの阿弥陀仏。のの阿弥陀仏。やかもちのとねりがこれから訪問する恵美の推し活の噂を聞いてきた。50になっても若い気が失せずに、兄である南家の家娘にも終身だが、いかになんでもあのイラつめには取り次げずにいるというのである。南家の娘御にの。今年5月にもなれば東大寺の四天王像の開眼が行われるはずで、貴族たちにはすでに寺から内見を願ってきていた。で何か多聞天は恵美の推勝殿だというのだな。さようで、あのお方が近頃怒りっぽくなって怒鳴った時のお顔にそっくりだという評判で。それでは項目天の方は。さあそれがほんの噂ですがの、義円僧正のお弟子の湯気の道教法師に似ているぞなと言われておるそうで。道教にの。何しろこの2つの天部がお互い敵視するような目つきで睨み合っているように見えるので、噂を気にした坊様たちがいろいろ置き換えてみたものの、どの隅からもまなじり裂いて見つめているので、とうとう諦めて噂の消えるのを待つより仕方ない、天下に大乱など起こらねばよいがと申しておるそうで。いやいや、ほんの噂ですがの。恵美の推し活はいつ見ても丸い総合である。その振る舞いのおおどかなこと、昔からの宇治の家のやかもちもその静かな意にあっせられる気がしてくる。馬人は馬人同士、やっこはやっこ同士というからの。おみと好みは同じ馬人じゃ。成り上がり者はやっこ心で、いや妬むのそねむの。やかもちはこれは多聞天というよりはあの80守護を具足した東大寺の大仏にそっくりだと思った。おみは若い頃から宗玉や王法の書いたものを読んでいたとのことじゃが、わしは負の類には飽きました。近頃は超文世を拾い読みしています。それは身も賛成じゃがの。おみが40になってもまだ隠れては歩きおるという噂は宗玉のおかげじゃぞ。いや、それはともかく、あちらのものを読むと知らぬ間に思いもしない考えを持つようになりますな。その通り。こんなに知恵づいてはしまいにどうなる。じゃが
おみなごだけには当分のどかな心でいさせたいものじゃて。さようさよう。知恵持つおみなごはおなご部屋にじっとしてはいませぬよ。あの南家の。遠慮せんでも。身の姪が神隠しにあった話か。おみはそうおとりになるか。いや、面白い。あの姫はな、阿弥陀経の千部写しをしとったのよ。なかなかの女子博士での小説などに浮き身をやつ宮おみなどには近寄れぬわの。おみもこれまで消息を使わした口かな。おみ様がお試し済みじゃ。あれは藤原の氏姫じゃから。神のものは神のもの、もう人の手には戻らぬかもしれぬぞ。社、寺、それとも宮、どちらを向いても神錆びた一生。あったら惜しいもので終わりだ。近寄るまいぞよ。早くつつじの照る自分になってくれぬかのう。この庭の一番良い時が待ち遠しいぞ。つたつたつた。イラつめはひたすらあの音の歩み寄ってくる恐ろしい夜更けを待つようになった。その足音もこの頃はふっと音せぬようになった。イラつめは夜ごと祈る気持ちで待ち続けている。ツツジの季節になった。山ごもりしていた里の娘たちが山から降りてきた。ゆうべ小屋の上を堂々と踏み降りてくるものがある。音はそのまま真下へ下っていった。それからガラガラと岩の崩れる響きがこのいおりの真上のところでした。今朝来てみるとゆうべのは音ばかりで、あとはちっとも残っていなかった。この頃は夜中に里から見えるこの峰の上に光り物がしたり、一時のすごいうなりが聞こえたりすると恐ろしい話をして帰っていった。肩、胸、あらわな肌。おう、おいとおしい。おいとおしい。お寒かろうに。輝く夏の朝。あ、行くわよ。あなた得意でしょ。お里がお里だから。ひどい。あなたのお里こそ歌でも歌おうか。常々薬とも笑わぬ血をもさえ腹の皮をよじった。まあ、いいハス糸が取れるわ。大変よ。ハス糸紡ぐの。でも楽しいわ。ハス糸紡ぐぐらい大変な仕事はないんだから。イラツメ様、ご老じませ。ドロンコが向いてる。ほう。ドロンコはあなたでしょ。
蓮糸の糸よりが始まった。蓮の茎から糸を引き出してただただ産む。何もかも忘れて産む。おもよ、この糸は蝶の羽より美しいが、雲の糸より弱く見えるがよ。なるほど。この糸は弱すぎまする。好みの考えることができることか試してみや。夏引きの朝を産むように、もっと日ざらしよく細やかに。イラツメは目に見えぬものの悟しを心の上で綴っていくように言葉を吐いた。いおりの前には蓮の茎が干し並べられた。それが乾くと谷のよどみに行って浸す。浸してはさらし、さらしては水につけた幾日の後、むしろの上で土の音高くこもごもと叩き和らげた。糸より枷に巻き取る。蓮糸は日に日に増えて次第に高く積まれていった。もう今日は水無月に入る日じゃの。イラツメはまた秋分の日の近づいてきていることを身にそくそくと感じ始めていたのである。彼岸中日。いおりは吹き上げられそうに煽りきしんだ。皆髪の毛が逆立つほどぎょっとした。ムサの千代子は今の今までイラツメを抱えていたのである。はぞ弓よ、鶴打ちじゃ。それ皆の衆、足踏みぞ。もっと声高に。それ足。イラツメ様はこちらにござりますか。イラツメ様と思われる当て人が御寺の門に立っていさっしゃるのを見たで。イラツメは上域を汚した物意味にこもっている身を思い、門の敷居から山の葉の空を見入っていた。肌、肩、脇、胸。しかし面影に見続けたその顔ばかりはほの暗かった。今少し白く見姿現したまえ。笑みを含んだ顔が初めてまともにイラツメに向けられた。軽くつぐんだ唇はこの女性に向かって物を告げるようにほぐれて見えた。ナモ阿弥陀仏、あなとうと阿弥陀仏。ナモ阿弥陀仏、あなとうと阿弥陀仏。
織の中は前よりさらに狭くなった。イラツメが奈良から取り寄せた高旗を置いたからである。イラツメはひねもす、時にはよもす柄を折ってみるけれど、ハスの糸はすぐに切れたり粒になったりした。だがイラツメの心は満ち足りていた。これを織り上げて、はよあの素肌の身を覆ってあげたい。ちょちょ、はたはた、はたはた、ちょ。手元に繰り寄せられる糸が動かなくなった。どうしたらよいのだろう。どれ、およこし遊ばされ。こうすれば動かぬこともおざるまい。たぎまのオーナである。はたはた、ハスの糸ちょはちょ。こういう風でなければ折れるものではござりませぬ。これこう、お分かりかえ。イラツメの心は小玉のごとくさとくなっていた。はたはた、ゆらゆら、音までが変わって澄み上がった。大津の巫女様は亀若彦でもござりました。天の日に弓引く、しかし極みなく美しい人でござりましたがよ。それ早くおらねば岩床の凍る冷たい冬が参りますがよ。火を取り直してみると、美しい織物が長の目からほとばしる。はたはた、ゆらゆら、ゆらはたた。イラツメの知恵が一つの域を超えたのである。この美しさ、蚊取りのようで空織りのようで、やはりこれより他にはない清らかな旗じゃ。イラツメは5反目を織り切ると、昼も夜も針を動かした。このよさむに面影人の肩の白さを思うだけでもイラツメは耐えられなかった。イラツメは誰の手にも任せたくないという思いだけで解いては縫い、縫ってはほどきした。写し代の幾人にもあたる大きなお身に合う衣をどう縫ってよいかわからなかった。せっかく折った旗は立ったり切ったりだんだん狭くなっていく。次女たちはただ見ているほかなかった。何を縫うものか見当がつかぬのである。ほのかな感傷がやかもちの心を通り過ぎた。ああ、あの姫は藤原家で一番神錆びた娘子だ。神のものは神のものか。結局人の手には入らないだろう。いや、俺はどうも諦めが良すぎる。死んだ父の大友の旅とももっと物に執着が深かった。昔語りに語られる神でも人でも優れたと伝えられるのは諦めということを知らなかった人ばかりではないか。
こんな開墾に似た気持ちにやかもちは沈んでいった。暖かい昼、イラツメはいおりの中でうっとりとしていた。何をご思案遊ばす。壁城のように縦横に立ちつないでそのまま身にまとうようにするほかはござらぬ。それ、ここに紐をつけて肩の上でくくり合わせれば昼は衣になりましょう。紐を解いてかぶれば夜の襖にもなりまする。天竺の行人たちの着る総ギャリというのがそれでござります。はよ、おぬい遊ばされ。気づくとやはり昼の夢を見ていたのだ。断ち切った旗を綴り合わせて2日後には大きな綴り旗が出来上がった。イラツメ様はただの壁城をお作りになった。あったらおしやの。これではあまりに寒々としていて、棺にかける布と見た目は変わりない。面影をお描きなされ。イラツメ様がお惹かれになった美しいお人の面影を。イラツメは奈良の家に送られてきた大刀の絵の具の数々を思い出した。絵の具が届いた日、イラツメの声は華やいで晴れやかに響いた。蓮糸の旗の上にイラツメの目はじっと座っていた。やがて筆は楽しげに取り上げられた。イラツメはただあの夕べの幻を筆で追っているばかりである。尊者の総合はあの夕べ近々と見た面影人の姿を心に留めて描き表したばかりであった。乳母侍女たちはただ見ほうけていた。イラツメが音もなく立ち去るのを気づく者は一人もなかった。まして振り返ったイラツメの頬の上に細く伝うもののあったのを知る者のあるはずがなかった。イラツメはただ一人の色神の幻を描いたに過ぎなかった。しかし人々の内見守る画面にはみるみる崇泉寺湯の菩薩の姿が浮き出てきた。それは幾人の人々が同時に見た白日夢の類かもしれぬ。